じゃあ焼き付け場所に焼き場なんか響きが悪い。響きが悪いな。焼き場言ったら OK。今回のこれもうシルバーメタリック、アルミシルバーの色で、塗っていただけないかというご要望なので、これちょっとね、もうマスキングが本当に往生しますけど、もうこれは今ツッチーが徹底的にマスキングしてくれてるんですけど、これは良くなると思いますよ。もう徹底的マスキングを今これ言ってますんで、すっごい良くなると思う。もうこっちも、あとこっち側手のクランクケースも、もう上下ともに徹底的に言ってくれてる。ツッチーがやっぱりメカのことをよく知ってるのでね、どこは塗っちゃいけないかとか、どこは塗っても大丈夫かっていうのがもう僕が説明しなくてももう本当にあうんの呼吸でやってくれるから、すっごい助かる。こういうね、これなんかでもこれ穴じゃないんですよ。これ穴じゃないんですよ。これもステッカーで貼ってくれてるんですけど、マスキングしてくれてるんだけど、ちゃんとボルトの座のところはやっぱり塗料がついたらダメなので、アルミの直でしっかりこうつくのが絶対いいから、だからそういうとこなんかはもうやっぱりどこがいい塗料がいるところでどこは塗料が入れないかっていうその線引きが本当にうまくやっていけるので、もうこれは僕はツッチにももう本当助けられてる。そのあたりでね、もう徹底的にやっていきます。なかなかもう本当もう塗るのなんか一瞬ですよね。これマスキングに何日かかってるか本当にやってる。これマスキングをずーっと細かくツッチーも本当すごい。この辺りの技が光ります。あとクランクダンパープーリーもこれもちろんもう製作品ですね。もうこれちぎれるとこ行ってますよ。これ危ねえもんです。この間来られた方なんかはもうその方は512ベイベーなんですけど、もう外れちゃったから、これをもう外れそうだったからもうこのウェイトを取っ払って乗ってるらしい。ただやっぱりそれだったらちょっとやっぱエンジンの振動が出るって言ってますね。いやそれは分かる気がする。やっぱりそのための打ち消しウェイトなんでね。だけどもうエンジン運転中にちぎれて吹っ飛んだらもう大変なので、ひびが入ったからもう取って乗ってたんだけど、もうこんなプーリがあるんだったらもういいので、もうすぐお買い上げいただきました。そんな感じでやっていきます。いいですね、ツッチー。今日はフェラーリの服をお召しになってるじゃないですか。フェラーリの服お召しになって、これ赤に塗っとけないからいや赤おかしいでしょ。これでもあれだな、シリンダーブロックを塗ってジョン・マゲットのリクエストだけど、これはマスキングが大変よね。もう組んで塗りゃすくのって済むんだろうけど、またそれもめんどくせえし、これはもうそりゃそうじゃ、もう大変じゃこりゃ。ここまで書こうってな。面積自体はそんなそうじゃ知れとるんだけど、面積は知れとるけどな。それは中も入ったらいけんし、合わせ面もついたらいけんし。ほんま嫌やな、この字が綺麗だったらそのままの方が綺麗だけどな、塗るよりは。そうやな、アルミの字がな、塗ったらやっぱし塗ったいう感じになる。そうやな、塗ったらな、そうやな、なるよな、塗ったいう感じがいかにもなるもんな。それをどうするかよな、結構な。それは見た目には綺麗にはなる。そうだなろうけどな。どっちがええんかいう。じゃあどっちがええんかじゃ、確かにそうおっしゃる。ドライアイスがな不発だったっけ。ドライアイスな、ちょっと寂しかったな。もうちょっと言ってくれるんかなと思えたけどな。あれのその最高級じゃねえけど一番上のグレードので、そりゃそうだ。まずそれはええんだと思うよ。それはな、それでええと思うんだけどな。ちょっとこれはな、前のやつはな、しゃあねえですね。ちょっとそういうことでちょっと、これもこれ塗っとかないと先そうなんよ。これな、塗ってもらえたらもう助かる。次への展開がいくからな、どんどん星下が組んでいける。でもやっぱし出来たての
アルミニウムは綺麗だよな。ああそう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 、やっぱりな鋳造したてはなやっぱり綺麗なアルミもな、まあでもどっちにしても腐食してくるけな、あのままじゃ。するもうそうなんよ、しょうがねえわな結局はな、しょうがねえわな、確かにな、それこそマグネシウムじゃねえけど前提でもう色を塗らんと俺ああそうやな、まあ確かに鋳造したてのアルミは綺麗なわな、これこうしてみたら、ああこれ JHK 様な、JHK 様の鋳物だけどやっぱりな、 NHK じゃねじゃないじゃない、そうなんやな、やっぱりな綺麗な鋳造がな、そうだからほんまはなこういう肌がな、まあフェラリーももともとはもちろんこんな肌やったんだろうけどなあ、だけどまあこういうそうやな、まあそれは何十年もな、イタリアより結構その鋳造技術が上だと。いや高いと思うよ。アルミ鋳造にかけたらすごいと思う、イタリアは。本当にまあじゃないとそんなシリンダーブロック作れんわな、こんなのはな、作れもう簡単におるけど、そうじゃあすげえ技術やと思う、50年も前にね。まあな、だからそれはもっと古い250やな、データのエンジンやそってあの辺の V12 から全部鋳造でいっとんねんもんな、こうやって50年前みたいな、まだ生まれてねえもんな。いやいやそんなことはないんだけど、生まれとんか。いやそれはもうそれはなあ1950年代にはもう確立されとったんだもん、こんなものが。昭和25年とかすげえよこれ、とんでもねえわね。まあちょっとそんな感じでまあ日本では馬が走るとか。うまそうやな、馬とか鹿とかがな馬鹿の頃にこれだったんや結局はね。はーい、おお今日は土また一段とご衣装がなんか素晴らしいご衣装ですね。これ車わかる、何か250かなんか。250、250か。僕はこれ一番最初のフェラーリの車、レーシングカーか思った。ああようわからん。 12気筒なんだけど、気筒容積が 166cc。 ああで166。ということは気筒容積が 166cc×12 いったらなんぼ。いやいや、岡崎さんが当時なこれ166の本で見て嘘だろうと思ったらしい。2リッターないんじゃねんかな、確か、なんか嘘だろ、なんかの印刷ミスだろうって思ったらしいけど、実は本当にそうだったという、まあそれはいいとして、365ベイベーちゃんです。これ右と左でストロークが違う。そうじゃないんだけどな。土に外を塗ってもらいましたよ。これどうでした、塗りは。まあ思ったほど面積は少ねえよな。養生の方が。そうもうなんか土は何日もかけてこれ養生マスキングをされていました。それでもこのアルミシルバーですね、完璧ですね。なんかアルミ色になったなこれ本当。なあ、なんかほんまに自然なアルミの感じになりやした。素晴らしい、さすがです。でいよいよここまで来るとちょっと今度シリンダーにライナーを突っ込んでいこうかなと思ってます。で、これライナーを入れる前のな段階の掃除、もうこれなもうゴシゴシものすごいどういうのなんか電動工具とかリューターのこっちようなやつでやったらこれ絶対このアルミを削ってしまうので、ちびってしまう。ちびるっていう言葉がわからないって言われるんよ。そのアルミを、傷ませなくもうこの汚れを取るって言ったらもう手で掃除するしかないと思うんですよね。これちまちま。まあこれまだいくらかは残ってんけどもうこれになってくるともうそんなに変わらないんで、もう変にアルミが変形してどういうんかなどういうの位置が狂う方が困る。さっさとかで拭いたら綺麗な。出たりたらさっさないつものさっさな、そうまあさっさでもいいんですけど、であとここの部分が面取りがしてあって、ここは下のオーリング、水を止めるところな、水を止めるところはここの三角形のところに、オーリングが挟まって三角状態になって止まるようになってます、なで上の止めがなここなんよな実はこれ。
上はもうオーリングも何も使わずにもうシリンダーライナーとアルミとのこのシリンダーブロックとのギューッと押さえるその密着だけで止めるここ、そうだからここは結構もう上面はきれいにしとかんと水が出てくる原因になる。結構難しい。これがサッサになるからな、意味がわからんですけど、この裏な、この裏、このライナーのこの裏とここの面で止める。でこの面はオーリング、ここはオーリングがパチッと入る。であとはもう結果的に言うともうこれライナーがな、もうこういうスッス入る状態にして加工屋さんに持っていかないと、これ抜いた後に絶対来るから、これこんな感じ。355はためて入らんかったですけどね、もうこの辺の308とか51の頃はここの合わせ面ってここ何もねえがない。もうガスケットで水を止めとるだけ。ガスケットやな、もう、そういうことでガスケットで水を止めるな、もうここでこれちょっとこれ飛び出たよな、これ入れてしまうと、この今日押さえしろがある、ここはそうなんよ、ここは平面なんやけど、ここから一段飛び出とるなこれ、でこれが押さえしろ、結果的に言うと。だけどここはもうパチンとこれ下がパチッと固定されるような状態にしておかないと、ちょっと位置が出なくてこの上面の出代がバラバラになるから、ここは注意した方がいいと思いますね。そう12個もある。12個ある。だからオーリングを入れて、これからシリンダーライナーを一個一個ハメハメしていこうかと思います。でハメハメしてきた時点でいよいよそれから、合体じゃな、左右を忘れ物をしちゃいけません。クランクを突っ込んで合体です。はい。クランク入れとかにはあんの？クランク入れとかんといけんだろそれは。クランク入れんかったらどうなるだろうか。後から入らんの？エアークランク？いやいや後から入りゃいいけどな、それはな。忘れとったって。まあそりゃそうだよな。そりゃそうよ。なんでコンロットボルトな、コンロットボルト閉めるんでもこんな穴から閉めるわけだろ。そう閉めないけんもんな。そりゃもう困難を極める。もう分解でもあれだけ困難を極めたからな、今度組み立ても困難を極めると思います。まあでもようなりましたよ、これよくなりました。もうほんと気持ちいいですね、これになってくるとね。まあまだ上もあるし。そう上がある。上がもう僕はいつもやるのは大体まずこんな複雑回帰のエンジンは腰下を終わらせたい。で腰下が完成した時点で今度上ヘッド、まあこれでいう横になるんだろうか、上じゃなしにヘッドを左右ばらしてヘッドを仕上げて合体で、それでエンジンが出来上がって続いてミッションっていう感じかな。そんな感じになっていきます。さあ土、これはね L 型のクランク？ L 型のクランクじゃないんよ。でも6個だわ。6個よ6個だけどここの幅が綺麗やろ、ようにな。いやそっちあの時の大変苦労した往生したクランク。どうしたの？作ったん？皿？いや皿は作ってねさすがに修理しました。そこです。もうまあ皆さんね詳しい方はコメントが入ってましたけど、そうです、養車をしました。そうです、私が変なそうじゃこれちょっと分かりにくいかな。養車をしました。養車後、養車屋さんから今度は研磨屋さんに持ち込んで、この側検で、これも標準の仕上げ寸法が整備書持ってるので、その整備書から、仕上げました。でこちらもちょっと傷んでたんだけど、こっちも仕上げました。まあこんな感じでとりあえず治ったんですよ。もう本当これはもう日本の職人とテクノロジーのもう複合的な、作業を繰り返すことにより、どうにかこうにか直し上げました。でも結局またなる可能性はあるもうあるな。なる可能性はある。もうこれはもう絶対っていうか、もう本当乗り方、もうあとはもうあれだな、エンジンを始動するときに、まあ今の車ってエンジンを始動するときにクラッチペダルを踏んでじゃないとかからんが、でもあれって本当はよ、エンジンの方から言うとよ、もう完全にオイルが切れてるときにギュッとクラッチペダルを踏むいうことは、このクランクは前にまた移動するが、だからここはまたギューッと押された状態で
油がない状態でドライブする回すが、これはまた用ないよなこれって。だから本当言うとエンジンの方から言うとクラッチは踏まずにエンジンかけた方がエンジンから言うといいんだけどね、だけどまあ安全対策を考えたらそんなこと言われんわね。もうでもこれの場合だからクラッチを踏んでエンジンかけたらやっぱりオイルは一番先頭からこれ入るような構造になってるので、オイルフィルターが一番前にあるから、だからこれここへ来るまでだいぶ時間かかるわな。だから油が切れた状態で何秒間か回ると思うんよな。電動オイルポンプをつけとけんじゃん。電動オイルポンプまあそれをするにはもうやっぱりな51にベイベーのようなドライザンプの上かもしれん。もう送る量が全然違うからな。もうだからまあいろんな意味があってちょっとこれはもう試作機なんよな365ベイベーはね。ほんとまあでもなほんと治ってよかったですこれ。スラストがここしかねえいうのもまあそうやな、ここしかねえっていうか、ここにあるまあスラストは何箇所も設けるわけいかんからそれなんよ。もう下手すらフロントの方へ設けた方がいいかったかもしれんな。もう早くにオイルが行くところへ。日産なんかは、L 型なんかはここにある一応センターにあるな。で確かな僕が乗るだ米ムの E30 は1個後ろの6番目とか5番目か5番目か6番目かじゃなかったかなスラストかな。そうそうだからまあ結局そんな感じであんまりもうクラッチはもう例えば信号待ちでも踏んだまま置くとか絶対良くないと思う。だからこれはちょっと塗り方もちょっと注意した方がいいでしょうね。それとあとそれとまあでも信号待ちでこれ、クラッチずっと踏んどくだけの体力があるかどうかだね。それもそうやけどな途中で体力の限界ってくるかもしれんけどかなり重てんじゃろ。かなり重てもう死ぬか思ったこの重さはほんと。そうあとはもうあれついでにクランクのラッピングもしました。で曲がりチェックなんかもしないけども全然曲がってない。その辺はいいもうもの的にはいい。ジャーナルの傷も全くないしこれはもうほんと綺麗なクランクなんだけども後ろだけだったな。だからそれだけこれだけピンや親が綺麗な状態だったのに後ろの部分だけはもうね本当激しいことになってたっていうこと。まあでもこれはもうちょっと皆さんご心配をおかけしました。だからオイルシールがこんなに幅があるよな。これ普通だったら1本の線しか入らないのにもう行ったり来たり行ったり来たりしてるから、だからこれを前後しておる間に油がこの間から漏れてたんですもん。あとこれが次となこれ昔の設計だからオイル飛ばしオイル切りがここにねここ水を設けてでこれピッと飛ばしてしまうそれがついてるな。まあこれ以前ね話したと思うんだけどまあそんな感じで良くなると思います。まあすっげえよなこれもうほんま。でも重てえよな。重たいのもあるけどまあでもこれをこんなもうこれも完全にこれチューニングカーのクランクシャフトよなこれなあ。でちゃんとこれタフトライドも当時かけてるしなすごいと思うよ。もうこの辺はやっぱりランボルギーニもフェラーリも作りがすごいクランクはね。クランク命なんかな。クランク命かもしれんなただこのちょっとなもうちょっと僕らが自分が設計するんでもう少し穴を大きくしてもいいかなと思うけどな。なんか出てくる量が少ないと思うこれやったらいくら圧縮してドッと送る言うてもね。まあでもあんまり大きくしたらあれか一番後ろまで届かないなのかなまたオイルが。まあでもそういうことじゃないわな。そうだったらポンプの容量は足りてないもんな。まあそんな感じでどうにかクランクシャフトも良くなったんで合体していきます。いよいよちょっとこれまずはメタルを入れて、もう面倒なんだけど絶対これした方がいい。一回蓋して内径を測定します。メタルを入れた後のねでクランクシャフトとの隙間がどうなるかでメタルも新品メタルがありました。これはあれですねこのオーナー様の方で用意していただいてるんですけど相当高価なものだと思います。でちょっとこれをまず入れ込んでそれからピチッと蓋をクランクケースを左右閉めて、ボルトを規定トルクで閉めて
で内径がいくらになってるかちょっとそれを見てみようかと思います。でこれ各部メタルを乗せる前はもう汚れを取って、これはもうまあさっさとかな化学臓器もいいんだけども、僕はなもうここはやっぱりもう指で拭うんよな。もう変に化学雑巾系でいってほこりを噛んだらもう困るので、ここはもうきれいに指でほこりをつばはつける。つばつける時もあるよ。もういろんなものつけるよ。今日はちょっとスーパートライで行ってみようかと思う。あとここすげえよなこれ。うわなんか傷があるわ。ディオみたいな。これは巣穴ですね。これいいもののだからフェラリー車もやっぱりこのぐらいのもういいものはもう使ってたいことだね。これすがいてる。これだから湯の周りが悪いんだろうね。この辺ちょうど結構な強度がいる部分だと思うけどね、一番フロントやからね。なんだけどもあんまりこの辺は素分子になってる可能性があるものが密度が低いっていうんかな。ちょっと待って、そんな見よう思ったらね、この辺がピッピッちっちゃな穴が開いたりしたのよな。素分子になった場合はこの辺りがね。だからまあ冷やし金の当て方とかまあそんなんにもよってもこれほんま低信用の鋳物を吹くのを見てたらもうほんとそれがありますね。あとここは油圧が上がってくるんだけど、これオーリングなんだけど、これはもう日本製のオーリングが合うものを探しました。もうやっぱりこんなとこも日本製の方がいいと思うので、安心安全なゴムは日本製です。岡本理研そうきたか。そうかもしれん。薄くても厚い信頼ですかね。はい、まあそれでちょっと行こうかと思います。この穴か。これきたな。これちょっと叩き込んで入れて、この2列かな、メインジャーナル。なんかかっこいいよな、この辺のクランクを入れてない状態のな、クランクケースのこの全貌が。なんで12気筒が最初まあ定着したんだろうな。やっぱ360度の割って考えたら。ただな、戦前のエンジンやんこは土まだあれで16気筒とかあるんよ。アメ車パッカードとかなんかまあしてたかな。それあったらさ90年代だな、あれは横置きの V16 じゃねえかったかな。チゼータかチゼッタかなんかやでな。あったすげえんが。でも結局やっぱりこの12気筒ぐらいが一番効率がまあ効率がいいかそうだろうな。まあどうにかこうにかバランスよく回そう思うたらまあ12ぐらいがえかったんかもしれんね。もういっぱいいっぱいだろうけどな。すっげえよな。でもあれよな、まあ大体偶数なるが、でも一時あれよな、5気筒いうのが流行ったよな。流行った。インスパイアとかな、ボルボもあったし、サンタナとかね。サンタナもあったな、5気筒。そうや。まあその派生では BM の V10 やこうがそうやろか。よっしゃ。レキサスもあったかな。レキサスも V10 が LFA。 あれ V10 だった。あれ V10 なんや。いよいよちょっとクランクを、これスラストメタルな。スラストメタルもちょっとこれもう新品よ。そうだね、入れてみました。さあこれでちょっとクランクを入れてみますよ。どんなアンベイになるだろうか。いきます。マンダム。なんか乗った。待って、入ってんね。来た。ごめん、今来たわ。ちょっと後ろが斜めとった。来たわ、土。
たわ。見てできた。できた。この子スラスト。ええわ、これはええわ。ガタはね。ガタがない。まあガタがないことはねえよ。まあ何本かはあるんだろう。あるある。うわ、よかったわ。いったいった。これ音聞こえるか音。これ。前こんなもんじゃなかったもん。じゃあねかった。ちょっと待ってよ。じゃあ行きましょう。ほんならそうやな、これでよし、行きますよ。でフラストで360度でひっくり返す。そう360度な。フラストメーターがこっちにあれだね。大丈夫？よっしゃ。入ったな。スラストに入ったな。これ入らなかったらおかしい。でこれ溶接はせんよ。溶接はせんわ。ええわ。このカッタン加えたらもう全然いいことね。カッタンしょ。もうええ。これならええわ。とかやってやりはかっとこう。オッケー、じゃあこれで締めます。いった。